皆さんこんにちは。エースアップホープ D セルプス運営者のトムと申します。本日は2023年買ってよかったキャンプギアベスト10をご紹介させていただきます。ガレージブランド中心のご紹介にはなりますが、購入などのご参考になれば幸いです。それでは早速第10位からランキング形式でご紹介させていただきます。第10位が東京クラフトさんのテントダイヤフォート TC です。こちらは夏にご提供いただいた製品で、実際にソロキャンプで何度か使用しましたが、設営も比較的簡単で居住性もあり、ソロキャンプにはちょうどいいサイズのテントだなと感じました。前面はメッシュやクローズにできたりアレンジ可能で、高さもあるので視界が広く景色を楽しめますし、お隣さんからの視界も気にならない絶妙な設計になっています。 TC 素材で就寝スペースにはハイコット対応、後方にはメッシュがありますので一年中使えるおすすめのテントです。ということで第10位が東京クラフトさんのテントダイヤフォート TC でした。続きまして第9位がボートネーションさんの GK グリップブラックになります。こちらは同ブランドの打ち出しディッシュを移動させるためのグリップで、本体は粉体塗装されており塗膜も丈夫で錆にも強くなっております。持ち手部分にはガレージブランドのフォールディングトーチや焚き火通量のグリップのカスタムが可能で、私はアシモクラフトさんの足グリップ FT を装着しています。また特に三蔵工務店さんの焚き火台ロダンをお持ちの方におすすめで、ベロの取り外しや前かまちの開閉、打ち出しディッシュにピザを乗せて焼く際のグリップとしても重宝します。また使わない時は三蔵工務店さんのアイアンテーブルの持ち手部分にぶら下げても地面につかない長さとなっておりまして、メッシュ部分に差し込むこともできます。ということで第9位がボートネーションさんの GK グリップブラックのご紹介でした。続きまして第8位がこちらも東京クラフトさんの焚き火台製品マクライトになります。こちらもダイヤフォート TC と一緒にご提供いただいた製品で、今まではスノーピークさんや三蔵工務店さん、トリパスプロダクさんなど重量のある焚き火台ばかり使用していたのですが、こちらは約 794g と比較的軽量の焚き火台で、収納サイズも 21cm×40cm とコンパクトになります。基本的にはオートサイトで車横付けできるキャンプ場しか私は行かないのですが、こういった軽量かつコンパクトな焚き火台は持ち運びも楽ですし、何より組み立てが簡単なので気軽に焚き火を楽しめるのがいい点だなと感じました。薪が組みやすく大きい薪も乗りますし、耐久性も高いのですごく気に入って使っています。先日ユーザーのお声を反映してリニューアルされたマクライト2が発表されまして、値段も据え置きでの発売となっておりますので、これから購入される方はマクライト2の方がいいのかなと思います。ということで第8位が東京クラフトさんの焚き火台製品マクライトのご紹介でした。続きまして第7位がモビガーデンさんのドームテントコマンダー185専用オプション品ウレタン窓になります。私は今年コマンダー185を購入しまして、すごくコスパのいいドームテントで気に入って使っていた中、先日ウレタン窓が新製品として発売され早速購入しました。ウレタン窓は特に寒い時期に活躍するアイテムで、幕内にストーブを入れておこもりキャンプをする際はどうしても景色が楽しめないことが多いのですが、このオプション品をつけることでおこもりしながら景色を楽しむことができます。こちらの価格はそこまで高くないので、モビガーデンさんのコマンダー185をお持ちの方や、これからドームテントの購入を考えている方はウレタン窓のオプション品と合わせてコマンダー185の購入を視野に入れてもいいのかなと思います。ということで第7位がモビガーデンさんのドームテントコマンダー185専用オプション品ウレタン窓のご紹介でした。続きまして第6位がダメージマークさんとギークフィールドさんによるコラボ製品の足長プレートギークバーニトルディングスティールになります。スノーピークさんのフラットバーナーの器具線ホルダーをロングサイズにした製品で、器具線のつまみや点火スイッチの操作性が向上するアイデア商品となっております。純正のホルダーは短くて使いづらかったのですが、こちらの製品を購入してから非常に使いやすくなりましたし、なくしがちな OD 缶のキャップを引っ掛け
げておくことも可能なので非常に便利な商品となっております。こちらのコラボモデルは窒化処理されたモデルとなっておりますが、その他にも真鍮モデル、ダメージマークさんのインラインモデルもありますので、お持ちのキャンプギアなどで色味を合わせられるのがいいのかなと思います。ということで第6位がダメージマークさんとギークフィールドさんによるコラボ製品、足長プレートギークバーニトルディングスティールのご紹介でした。続きまして第5位が岩田電機さんのクラッシュアイスフォールミエールグレーになります。こちらはコールマンさんのガスランタンルミエールのカスタムホヤで、去年オイルランタン用のクラッシュアイスを購入しまして、すごくランタンがかっこよくなったのでこちらのバージョンも購入しました。クラッシュアイスは氷を彫刻して作ったイメージのホヤで、火を灯すととても雰囲気が良くなるのでランタンお好きな方にはすごくおすすめです。ということで第5位が岩田電機さんのクラッシュアイスフォールミエルグレーのご紹介でした。続きまして第4位がボンボネロさんとグリップスワニンさんの GS ボンボネロになります。こちらは今年の10月7日から8日にて開催されたグリップスワニンミーティングボリューム2で販売された限定モデルで、実際に私も参加して物販イベントで購入しました。ボンボネロ自体初めての購入だったんですが、ゴールゼラの雰囲気がとても良くなり、グリップスワニーのイメージカラーであるイエローがランタンを灯すととても映えます。今後再販売されるかはわからないのですが、グリップスワニーミーティングボリューム3が来年開催されるみたいですので、もしかするとそこで再販があるかもしれません。ご興味ある方いらっしゃいましたらインスタグラムのアカウントをチェックしてみてください。ということで第4位がボンボネロさんとグリップスワニーさんの GS ボンボネロのご紹介でした。続きまして第3位がゼインアーツさんの2023年新作のテーブルトードテーブルになります。こちらはオプション品を全て購入したので価格が41,910円とテーブルの価格としては結構高めですが、見た目のデザインやフラットバーナーなどの IGT 規格対応、普段から愛用しているソトさんのバーナー ST310 が取り付け可能なので、私が持っているギアとの相性がよく購入しました。使用サイズが 864mm×442mm×395mm とソロでは十分な大きさですが、バーナーを使うと少しデュオでは手狭かなと感じました。これからオプション品なども追加されていくのかなと思いますので、今後カスタム品などにも期待したいなと思います。ということで第3位がゼインアーツさんのテーブルトードテーブルのご紹介でした。続きまして第2位がザ・アースさんとアーバンフォレストさんによるコラボタープマクオクロフォースモデルになります。こちらは今年の2月に予約し10月に入荷の連絡があったので約8ヶ月の納期でした。その間にリニューアルとなりましてフォースモデルとなり、アップデート後のモデルを購入しました。軽量化されサイズは少し大きくなり、サイドにハトメが追加されたのでポールを刺して居住性を広げたりとよりアレンジできる仕様となりました。長い間到着を待ったタープでまだ真夏での使用はできていませんが、試し張りで遮光率の高さは体感できたので、まだ冬になったばかりですが来年の夏が今から楽しみです。ということで第2位がザースさんとアーバンフォレストさんによるコラボタープマクオクロフォースモデルのご紹介でした。最後第1位がマグマグラスさんのランタングローブアイアングレーダイヤになります。購入した経緯はとにかく見た目です。インスタグラムでこちらのホヤを使用されている方を見てからすごく欲しいなと思って予約しまして、約50日の納期で届きました。こちらヴィンテージランタンのフィアハンド 276STK にジッピング塗装されたランタンに使用していますが、このランタン全体の雰囲気がとにかく好きで、今私が持っているキャンプギアの中でこのランタンが一番のお気に入りとなっております。火を灯すと本当にマグマのような火の揺らめきで、これを眺めるだけでお酒が進みます。他にもたくさんのグローブの種類がありますので、ご興味ある方いらっしゃいましたらぜひマグマグラスさんのホームページご覧いただければと思います。ということでランキング形式で2023年買ってよかったキャンプギアベスト10をご紹介させていただきました。今年はキャンプは15泊とあまり行けなかったのですが、不思議とキャンプギアはたくさん購入していたので、今回ご紹介した商品の中で何か参考になれば幸いです。昨今ではキャンプブームが終わったなどと言われておりますが、私はキャンプは日本が誇る文化だと思っていま
ますので、これからもいろんなキャンプ場に足を運び、気になるキャンプ用品があれば購入していきたいなと思っております。もし皆さんの買ってよかったキャンプギアなどあれば、ぜひコメントで教えていただけますと幸いです。本日はご視聴いただきありがとうございました。